開けてから乗ります。すると降りれます。はい、どうもしんです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、初心者にも安心、地上生物57種対応、全方位万能トラップのご紹介です。アークサバイバルアセンディットになりまして、超簡易の万能トラップご紹介させていただいているんですが、なかなか高さ調整であったり、扉を開けたりとかですね、使いこなすのが難しいと思われている方も多いようでして、今回ですね、初心者にも使いやすい全方位型の落とし込み型のトラップになっておりまして、誘導もやりやすいものになっているので、かなり初心者の方でも扱いやすいトラップになっておりますので、ぜひご活用いただければと思います。前半作り方について、後半使い方についてご紹介しておりますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。ではですね、まず全方位万能トラップ作り方のご紹介です。必要素材はこちら。柱が1本、セラードア台が1つ、クォーターの壁16枚、三角の屋根12枚となります。今回金属で作るんですが、もちろんギガとか石にダメージを与えるような生物でなければ石建材で作っていただいても問題はないです。あと多少傾斜とかに合わせて三角の屋根多めに準備しておくと地形に対応できるかもしれません。では実際作っていきますね。柱を置きます。高さはそのままでいいです。次にセラードアを真ん中どっちでもいいので置きます。セラードアの置く場所2箇所あります。ここかここかどちら側につけても問題はありません。角につけてしまうと反対側ですね、土台判定取れない場合がありますので、ここだけご注意いただければと思います。続いてクォーターの壁、真ん中に2つ1個開けて角をくの字、真ん中2つ角くの字、真ん中2つ角くの字、これを4方向で設置します。続いて三角の屋根、これを真ん中の2つ置いたところに置きます。そして両サイドですね、三角の屋根を置きます。基本的にそのままの高さで置いた場合、三角の屋根、このようにぴったし合います。もちろんこれに関してはですね、傾斜によって異なってきますので、極力ここに段差が生まれないように柱の高さ調整だけしていただければと思います。傾斜大きいところでは一角はちょっと潰れてしまう可能性はあるんですが、それ以外でですね、うまく調整していただいて、多少低くて埋まっても問題はない、置いていただければと思います。最後に、一応このままでも捉えることは可能なんですが、扉を内開きにして下に開くように開けます。この方が段差が効くので、より捉えやすいかと思います。一部ですね、カルカだけ逆で外開きにしていただいて、開けれるようにしておきましょう。これは後ほど使い方のところでご紹介させていただきます。カルカ以外は内開きで大丈夫です。下に開くようにしていただければと思います。ここの高さから上に何かがなければ問題なくはまりますので、ご安心いただければと思います。以上です。
続いて、全方位トラップ、使い方のご紹介です。使い方といっても誘導するだけでハマるので、難しい使い方は特にないんですが、一部ですね、生物によって特殊な誘導の仕方をしないといけない生物がいますので、その辺を中心にご紹介していこうかと思います。全57種使い方するわけではないので、気になる方はですね、先日ライブでご紹介しておりますので、そちらでご確認いただければと思います。まず対応している生物一覧がこちら。この中で特殊なのがですね、レアフラワー、お餅、あと特殊って書いているタイプのものになるんですが、特殊はテイム条件が特殊テイムになっておりますので、それに合わせた対応が必要なものがいます。レアフラワーはですね、単純に敵対をしなくて誘導ができないので、レアフラワーを使って誘導するというもの。小餅の2種に関してはですね、レアフラワー使っても逃走してしまうものになっているんですが、唯一ですね、小餅のタイプに関しては攻撃してくるので、その場合はですね、誘導ができるというものになってます。ただ、両方ですね、使えるんですけど、わざわざこのトラップで捉える必要性はあんまりないかなっていうところになるので、一応捉えれるという部分になってます。ということで、実際ですね、一般的な使い方と特殊なものに関してご紹介していこうかと思います。ではですね、一般的な誘導からご紹介しておきます。このように、レックス等ですね、肉食生物、攻撃的な生物に関しては、このまま敵対だけ取っていただいて、トラップの真上に来ます。敵対だけ取っていただければ、トラップの真上に来ていただければ、そのまますんなり入ってくれます。もちろん、ここから出ることもできないので、おおむねアロサウルスとかタルノタウルス、等ですね。肉食系の攻撃的な生物は、これで簡単に捉えることができます。ギガだけ少しヘイトを管理しないとですね、うまく入らない時あるので、サイズがちょっと大きいんでね、ギガとかスピノに関してはちょっとサイズギリギリタイプな、うまく誘導しないと入らない場合があるので、そこだけご注意いただければと思います。続いて、カルカについてなんですが、カルカ、通常はですね、特殊テイムになってますので、あまりトラップ使わないんですが、利用することが可能です。カルカの場合もですね、基本的に真上に飛んでいただくと、このようにはまってくれます。ただし、先ほど作った時にご紹介した通りですね、まず、このセラードア、閉めておくということと、外開きになるように作っておきます。外開きにすると外に出せます。なので、もう一回やってみますね。これで簡単に入るんですけども、この状態でですね、通常閉めている状態でもカルカ逃げ出すことができません。この状態でですね、X の死体を持って近寄る。クンクンしますね。クンクンしたら離してもらって、ちょっと離れます。食べると数値足りますんで、扉を乗ったまま開けれないので、開けてから乗ります。すると降りれます。渡した位置によってはですね、うまく外に出れない場合があるので、レックス渡すとき、こちら側、開く扉側ですね。どっちでも左右いいんですけど、側から渡していただくと、無駄に時間を消費せずに渡せるかと思います。あとは通常通り倒していただければと思います。ちなみにギガもカルカもロストコロニーに出てくるわけではないので、単純にご紹介で合わせてやっているだけなのでご注意ください。以上です。カプロスクスに関してはですね、少し注意が必要でして、この子飛ぶんですけど、ラベジャーも含めてなんですが、基本的にはそんなにジャンプを気にする必要はないかと思います。カプロの場合なんですが、高さの都合上、通常のこの高さだと下抜けてしまいますので、その分だけ柱の高さの調整だけしていただければとは思うんですが、
この子ですね、ジャンプするんですけど、基本的にここで攻撃をしていれば、上から攻撃するとですね、抜けちゃうんですけど、レベル低くて抜いちゃいましたが、あまりジャンプで抜けられることは少ないかと思います。割とこの高さ引っかかってくれますんで。これ柱の高さ半分下げたぐらい。一番下がこれぐらいで、これぐらいの高さ。これちょっと感覚なんで難しいところではあるんですけど。基本的には周りの地形、こんな平らなところそんなにないと思うので、普通の地形で普通の高さで作っていただいたら大体はいけると思うんですが、これ以上のスペースが空かないようにですね、置いていただければいいのかなと思います。ちなみにレアフラワー系でもあるんですが、プロコプトドンに関してもですね、近くでこのようにレアフラワー使うと追ってきてくれますので、これをこの中ではまるようにいきます。すると打ち込んでもですね、基本的に逃げれないので、この高さでハイジャンプすることはジャンプ系でもですね、ほとんどいないので、タイオロフォーサウルスはちょっとジャンプで抜けちゃうようなんですが、それ以外はですね、打ち込んでも逃げられることありませんので、はめていただいてテイムしていただければいいかなと思います。テラトサウルスもかなり特殊な生物になっているんですが、これもですね、このまま普通に誘導は8さえ取っていただければですね、簡単に入ってくれるんですけども、このままでも可能ではあるんですけど、テラトくんテイム特殊になっておりまして、このようにですね、ペットにヘモグロビンカプテル食べさせて、ピンクのもやしている間にですね、ヘイト取って攻撃させると。これで飲んだってなってあるのを 3% ですね、貯めたのを、これをですね、100% まで貯めるという作業になります。ただしですね、これ時間空くとパーセンテージ落ちるのとノックバックになるんで、ずっと乗ってないとちょっと面倒なことになるんですけど、これですね、土台をここに置いていただいて、壁をですね、ここに2枚あります。どの角でもいいんですけどね、荒木を置くと。それとですね、ノックバック引っかかってされないので、あとはですね、このヘモグロビンの悪臭っていうバフが切れないようにだけ見ておいていただければ、一応重ね掛けもできますんでね。上乗せにはならないんですが、上掛けはできるんで、切れそうだったら早めに充電していただくと、貯めていくことができると。あとはやられないようにと、ヘモグロビンの悪臭が切れないようにしといていただければいいかなと思います。時間かかるんでめんどくさいんですけどね。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、初心者向けの全方位万能トラップのご紹介でした。なかなかですね、基本的に誘導しやすいものにもなりますし、設置ですね、これだけ覚えれば大半の生物捉えることはできますので、ぜひご活用いただければと思います。一部ですね、草食生物であったり、一部の生物に関してはですね、別のトラップの方が捉えやすいものっていうのもあるんですけども、その辺に関してもですね、いろんなトラップ作るの難しいよっていう方とかですね、めんどくさいよっていう方はですね、ぜひご活用いただければと思います。全体用になってるんです。少しサイズが大きい面もありますんでね、ちっこい子とかはそのままちっこいトマストラップの方が楽だったりはしますが、それぞれご活用いただければと思います。ということで本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。